比叡山延暦寺を目指し JR 湖西線の比叡山坂本駅にやってきました。この日は晴天に恵まれ観光友数でした。珍しく夫と2人で日帰り旅行です。カメラは夫が担当していますが、今回も夫の顔出し声出し NG のためかなりカット編集をした動画となります。バランスを取るために私自身の声や姿も映り込まないように編集しましたが、時々手や姿が映り込んでしまっていることもありますのでご了承ください。比叡山坂本駅の改札を出ると目の前にパン屋さんがあり、すごくいい匂いがしました。店名はアンドウーさんといい、無添加パンを扱っているようです。イートインもできるようでものすごく惹かれましたが、お目当ての蕎麦屋さんがあるということで我慢です。食べログを拝見したところ、カレーパンとクリームパンが美味しそうでした。次回比叡山坂本駅を訪れた時はぜひパンを買ってみたいです。比叡山坂本駅の改札を出ると観光案内の看板や地図があり、観光の手助けになります。聖徳太子が創設した天台新清宗の最強寺比叡山延暦寺の運営に関わっていた三門九人が暮らしていた九人屋敷天台宗の総本山である比叡山延暦寺、全国の日吉大社三王社の総本社となる日吉大社の説明書きがあります。恥ずかしながら比叡山延暦寺に関する知識は信長が比叡山焼き討ちを行った程度しかなかったため、今回少しだけ学習しました。本日はバスを使用せずに歩きで比叡山を登頂できる坂本ケーブルを目指します。まずこの歩いています比叡山坂本の町の歴史について少しご紹介します。参照したサイト等は動画の概要欄に貼っておきますので、よろしければご参照ください。滋賀県大津市坂本は平安時代より山側の上坂本が門前町、湖畔の下坂本が荷上港として発展し、中世には近江国最大の都市として繁栄しました。近世以降に延暦寺と密接な関係を保って形成された里坊の特色ある建築や庭園、門や東地方独特の穴田蒐積みの石垣などが緑深い樹木や清冽な水路などとともに優れた歴史的風致を維持しています。ここ坂本は比叡山延暦寺への物資を供給する門前町として古くから栄えてきました。江戸時代になると多くの里坊、比叡山で修行を積んだ僧侶たちが天台差しの許しを得て住み込む隠居坊が坂本に作られるようになり、僧侶や日吉大社の神職者などとともに大工、屋根職などの職人や延暦寺に物資を供給する商人など多様な人々が生活するようになりました。その中で延暦寺の僧侶でありながら祭体と名字体統を認められた九人と呼ばれる人々がいました。九人は3棟16谷からなる延暦寺の同社僧坊に所属し、治安維持や年部諸役を収納する事務を務めていました。坂本は徳川幕府から延暦寺に事領として寄進されていたため、幕府や大名などの武家からの直接的な支配は受けませんでした。その代わりに延暦寺の三司行代、和知学東大、志賀院留守医薬が事領を支配し、その下で坂本町の行政全体を担う大年寄という役人が5人置かれました。さらに大年寄のもとに町ごとに市内年寄とも言われる年寄が置かれ、これらの役職を9人が務めていました。比叡山に点在する延暦寺寺院や優雅な庭園を有する里坊などを経済的に支えたのは全国の大名から寄進された城塞であり、延暦寺の事領であった上坂本、下坂本などの村々から年貢として納められた農作物でした。これらを取り仕切り、延暦寺の諸行事が滞りなく行われるよう、当時の社会制度の安定に大きな役割を果たしていたのが九人たちでした。さて、九人の解説はここまでにしてお昼ご飯をいただきましょう。享保元年の開業以来300年間、比叡山延暦寺の御用達として支えた老舗のお蕎麦屋さんです。
天ざるそば1860円をいただきました。滋賀県で一番美味しいお蕎麦だと思います。美味しいものをいただいて大満足したところで日吉大社についてご紹介したいと思います。比叡山の麓に鎮座する日吉大社はおよそ2100年前、崇神天皇7年に創始された全国3800余りの日吉比叡山王神社の総本宮です。平安京遷都の際にはこの地が都の表鬼門北東にあたることから都の魔除け災難除を祈る社として、また伝行大師が比叡山に延暦寺を開かれてよりは天台宗のご方針として多くの方から崇敬を受け、今日に至っています。日吉大神のご神徳は法除け、厄除け、縁結び、家内安全、夫婦和合、商売繁盛などがあります。東本宮のご祭神である大名鞭の神は日本最古の書物である古事記にもそのご神名が記されている比叡山の山の神様です。また西本宮のご祭神である大名鞭の神は天智天皇の御代に奈良から大津への遷都が行われた際に奈良の三輪山よりご神霊をお迎えし、国家鎮護の神として祀られました。中世には織田信長公の焼き討ちによって以前の建造物すべて開神に帰しましたが、その後の復興によって今日の姿となっています。現在見られる建造物は安土桃山時代以降、天正14年1586年から慶長2年1597年にかけて再建されたものである。信長の死後、豊臣秀吉と徳川家康は山王信仰が厚く、日吉三教などの建造物がこの時代に構築されています。尾瀬保安の太閤記などでは秀吉が申年の1月1日に生まれたため、日吉社の加護を得たとして幼名を日吉丸としたとしているが、これは創作と考えられている。延宝9年1681年、神仏集合や山王神道を改めようとする動きが日吉社から出て延暦寺と争いになるが、貞享元年1684年に日吉社は論争に敗れた。そのために翌貞享2年1685年に山王神道を守るように延暦寺から厳命され、日吉社は受諾している。